ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。日本の首都東京の空の玄関口の一つとして世界各国の都市を結ぶ飛行機が毎日たくさん発着している成田空港。旅客機だけではなく貨物を乗せた貨物機も日々多く発着しており、首都圏どころか日本においても非常に重要な空港の一つです。そんな成田空港への公共交通機関を使ったアクセス方法ですが、 JR 線や京成線といった2社が運営する鉄道のほか、空港と首都圏各地などを結ぶリムジンバスなども多数走っています。しかし近年利用者が以前よりも増えている中において、そういった鉄道路線やバス路線が混雑することが多く、成田空港へのアクセスが貧弱だと感じることが増えてきました。なぜ成田空港へのアクセスが貧弱な状況になっているのでしょうか。そこで今回の動画では成田空港へのアクセスが貧弱な理由について、その理由などを考察解説していきましょう。それでは本編へどうぞ。成田国際空港の概要と現状の主な成田空港アクセス。成田国際空港は千葉県成田市にある空港で、2024年には年間延べ3980万人が利用しました。国内線よりも国際線の路線が中心で、日本の玄関口として重要な役割を持つ空港です。空港の敷地面積は1137ヘクタールあり、これは羽田空港に次いで日本で2番目の広さです。旅客ターミナルは第1ターミナルから第3ターミナルまでの3つあり、ターミナルによって利用できる航空会社が分けられています。第1ターミナルは北ウイングと南ウイングの2つに分けられ、このうち北ウイングは大韓航空、ガルーダインドネシア航空、ベトナム航空などスカイチーム系航空会社が主に使用。南ウイングは ANA、ユナイテッド航空、シンガポール航空、アシアナ航空、タイ国際航空、エバー航空、中国国際航空などスターアライアンス系航空会社が主に使用します。そして第2ターミナルは JAL、アメリカン航空、キャセイパシフィック航空、カンタス航空、カタール航空などワンワールド系の航空会社が主に使用しており、第3ターミナルはジェットスター、チェジュ航空、エアアジア、スプリングジャパンおよび中国春秋航空など主に LCC が使用します。また LCC ではないどこの航空連合にも属さない航空会社の場合、基本的には地上業務委託先が使用するターミナルか、コードシェアを実施する航空会社と同じターミナルを使用しており、例として JAL とコードシェアを実施しているエミレーツ航空や、将来的にワンワールドに入る見込みのハワイアン航空やスターラックスは JAL が使用する第2ターミナルを使用しています。ただし旅客利便性やコードシェア、地上業務委託などの関係でこのパターンに属さないターミナルを使用している航空会社も多数あり、例えばスカイチームに属しながら JAL とコードシェアを行うチャイナエアラインや中国東方航空は第2ターミナルを使用するほか、 LCC でも第1ターミナル北ウイングを使用するピーチ、ジップエアー東京など第3ターミナルを使用しない航空会社も存在しています。このほか敷地内には広大な貨物ターミナルもあり、こちらは北部貨物地区と南部貨物地区の大まかに2つに分けられます。日本貨物航空がここを拠点とするほか、 JAL カーボ、ANA カーボ、フェデックス、UPS、ポーラー、カーボルックスなど貨物航空便を運航する航空会社による多数の貨物便も成田空港に発着。1994年以降は港湾も含めた日本最大の貿易港としても機能しています。そんな成田空港のターミナルを除いた主な設備ですが、滑走路は長さ4000メートル、幅60メートルのランウェイ16ライトおよびランウェイ34レフトと、長さ2500メートル、幅60メートルのランウェイ34ライトおよびランウェイ16レフトの2本あり、基本的に A 滑走路は離陸機、B 滑走路は着陸機が使いますが、エアバス A380-800、アントノフ AN124 ルスランなどの超大型機は2500メートルでは着陸滑走距離が足りないので必ず A 滑走路を使用します。ロシアとウクライナの間で2026年現在も続く戦争の中で、
キーウ近郊のアントノフ国際空港にある専用格納庫で駐機中、ロシア軍によって2022年2月25日に破壊されてしまいましたが、世界最大の飛行機とも称されるアントノフ 1-225 ムリーヤも何度か成田空港に飛来した時は A 滑走路を使用して離着陸していました。そんな成田空港が開港したのは1978年のこと。それまで限られた層しか利用できなかった飛行機がボーイング747の登場などもあってより多くの人が利用するようになり、羽田空港だけでは容量が手狭になったため作られました。開港当初は新東京国際空港という名前でしたが、2004年に成田国際空港株式会社法が施行。それまで空港の管理を行っていた新東京国際空港公団が民営化され、成田国際空港株式会社が成田空港の管理を行うようになります。その際に空港の正式名称も変更となり、これ以降現在まで続く成田国際空港が正式名称となります。また成田空港の建設にあたっては地元住民を中心とした大きな反対運動がありました。当時の佐藤栄作内閣は羽田空港の容量が限界に達しつつあった焦りや、羽田空港沖で ANA 機が墜落してしまったことで乗客乗員133人が亡くなる痛ましい事故が起きたばかりで、新空港建設に対して反対運動が起きることを恐れ、地元へ十分な説明を行わないまま新空港の建設地を閣議決定。騒音問題や移住を強制されることを懸念する周辺住民から猛烈な反対をかえって招くことになってしまい、当時勢力を増していた新左翼勢力と結びつくことで反対運動が過激化していきました。その結果、成田空港管制塔占拠事件をはじめ、東山事件や東宝十字路事件、芝山町長宅前臨時派出所襲撃事件などが発生し、警察官の殉職者が出るほどの激しい闘争が行われました。開港後もしばらくは反対派を支援する新左翼活動家によるテロ事件やゲリラ事件などが周辺で多発したこともあり、成田空港では平成に入ってからも空港施設入場者全員に対し一人一人検問が実施され、身分証の確認などが行われていましたが、監視カメラ整備などに代替され2015年3月30日に廃止されています。そんな成田空港への公共交通を使った主なアクセス方法としては、鉄道を使った方法とバスを使った方法があります。鉄道は JR と京成によって空港アクセス列車の運行が行われており、それぞれ有料特急も含めて複数の種別の列車が運行中です。成田空港のアクセスに使われる駅は成田空港駅と空港第2ビル駅があり、第1ターミナルの最寄り駅が成田空港駅、第2、第3ターミナルの最寄り駅が空港第2ビル駅と、利用するターミナルによって最寄り駅が異なるため注意が必要です。このため、両駅には最寄りターミナルを示す副駅名も付与され、京成は空港第2ビル駅を空港第2ビル、成田第2、第3ターミナル、成田空港駅を成田空港、成田第1ターミナルと案内します。成田空港駅、空港第2ビル駅ともに JR も京成も乗り入れているため、JR と京成どちらを利用するかはどこから空港へアクセスするかで変わってきます。まず JR 線で東京都心部から成田空港へ向かう場合、成田線直通成田空港行きの総武快速線電車を利用するか、有料特急の成田エクスプレスを利用するかの2択になります。どちらも総武本線から成田線を経由する形で運転されますが、停車駅の数が成田エクスプレスの方が少ないため所要時間が短くなっています。東京駅からの所要時間は成田エクスプレスで1時間前後、総武快速線の快速電車を使う場合で1時間半前後となります。京成線を使って東京都心部から成田空港へアクセスする場合、選択肢はスカイライナー、アクセス特急、京成本線経由一般列車の3つがあります。スカイライナーは京成の有料ライナー列車で、乗車には通常の運賃の他に別料金のスカイライナー券が必要です。すべての電車が京成上野駅から発着し、成田スカイアクセス線を経由。上野、成田空港間で利用する場合、
料金は合計2580円。最速所要時間は43分。日暮里空港第2ビル間であれば36分となります。対してアクセス特急は追加料金不要で利用できる空港アクセス特急で、こちらもすべて成田スカイアクセス線を経由する形で運転されています。スカイライナーと異なるのは上野発着の電車ではなく、都営浅草線、京急線方面へ直通して運転される電車が中心であることです。基本的に成田空港、京急線羽田空港間を結ぶ電車とされていますが、羽田空港ではなく上野、高砂、都営浅草線西馬込、京急線新町、久里浜、三崎口発着で運転される電車も存在します。都心部、成田空港間の所要時間は約60分から70分ほどで、料金は片道1240円となります。最後に京成本線経由の一般列車については、成田スカイアクセス線を経由せず、京成本線経由で空港までを結びます。成田スカイアクセス線は直線的に成田空港まで向かうのに対し、京成本線は少し遠回りする形で成田空港まで結ぶため、所要時間がアクセス特急より多めにかかる代わりに、料金が片道1040円と一番リーズナブルになっています。ただし、こちらも現在は都営浅草線直通の快速電車がメインで、昼間は基本的に成田空港、京急線羽田空港間を結ぶ電車とされています。鉄道ではなくバスで成田空港へアクセスする場合、選択肢は基本的に都心部からのリムジンバスでのアクセスとなります。東京空港交通などが各方面へ向けて運転するリムジンバスが主力で、T-CAT、Y-CAT、東京駅、バスタ新宿、羽田空港、東京ディズニーリゾートなどといった首都圏主要各地と直結。片道1500円で東京駅と成田空港の間を直結する京成バスグループ、BEトランセグループ、JR バス関東の3社が共同運行するエアポートバス東京成田も有力なアクセス手段となります。そんな成田空港へのアクセスですが、近年インバウンド需要の増加とともに大変な混雑を見せています。なぜ都心から成田空港へのアクセスは貧弱なのでしょうか。なぜ貧弱なアクセス設備？東京都心部などから成田空港へのアクセスが貧弱となった理由は、様々な要因が複雑に合わさった結果です。その中で一番大きいのが成田新幹線計画の頓挫です。当初、東京駅と成田空港までは新幹線で結ぶ予定で、東京駅の南側地下に成田新幹線用ホームを新たに準備した上で、越中島や葛西、鎌ヶ谷、千葉ニュータウン、印旛沼などを経て、成田空港までを結ぶ路線を新たに建設した上で、東京駅、成田空港間を30分で結ぶという構想でした。成田空港は非常に重要な国家プロジェクトだったことから、成田新幹線計画も非常に重要なプロジェクトという位置づけでしたが、当時の時代背景もあり計画はうまく進まなかったのです。それは、成田空港の建設にあたっては、建設地決定を急ぐあまり、地元に十分な説明が行われないまま国が決定したことがあります。結果、空港建設予定地に住んでいて移住を余儀なくされたり、空港ができることにより騒音問題が懸念されたりといったことから、地元住民からの猛烈な反対運動へと発展していきます。しかもこの反対運動は最初は地域住民だけの運動でしたが、途中から当時学生を中心に勢いを増していた新左翼勢力が加わり、その結果として反対運動は過激化していってしまいます。成田新幹線も成田空港へのアクセス路線ということで、空港建設反対派からの反発が強く、空港周辺の用地買収がなかなか進みませんでした。また、1970年代半ばは新幹線の騒音が問題となっており、名古屋では国鉄に対して騒音や振動を抑えることと、慰謝料の支払いを求める集団訴訟が行われていました。新幹線ができると騒音や振動などの被害を受けることで、これまでの生活環境から大きく変わるにもかかわらず、途中駅は千葉ニュータウンあたりに一つ作るだけの計画であり、しかもその途中駅も当初は建設予定がなかったというありさま。そのため、
ほとんど沿線にはメリットがなかったこともあって、多くの自治体で成田新幹線建設反対運動が起こりました。実際に通過自治体の市川市や船橋市、浦安市の市議会などでは、成田新幹線計画に反対する決議が採択されたほか、江戸川区では土地の所有者など8名が当時の運輸大臣を相手に、成田新幹線に関する工事の認可取り消しを求める訴訟まで行われたのです。その結果、建設反対に関する成田空港周辺だけではなく、成田新幹線計画全体で土地の取得すら進まず暗礁に乗り上げ、1978年の開港に合わせた成田新幹線の開業は間に合いませんでした。その後も用地買収は一向に進んでおらず、用地買収が完了した一部の区間のみ路盤などの工事が行われます。しかし、財政状況の悪化などを理由に国鉄の爆発が決まると、成田新幹線の計画も完全に凍結することに。空港と都心部を直接短時間で結ぶ路線の頓挫は非常に大きく、もし実現していれば今よりも鉄道による輸送力は高かったでしょう。なお、すでに確保、建設された構造物や敷地、空間などは計画凍結と前後して別の路線の用地などとして再び活用しており、東京側で確保された敷地は京葉線の東京駅延伸計画へ転用。千葉側ではメガソーラーなどへ転用されたものもありますが、主な流用先はネタバレになるのでここでは一旦伏せておきます。そして成田空港アクセスが貧弱な理由の2つ目として、空港アクセス路線の一部区間が単線であることが挙げられます。JR も京成も空港周辺の線路が単線になっており、京成は成田スカイアクセス線の成田湯川、成田空港間、JR は成田空港間が単線になっており、このうち京成側の空港第2ビル、成田空港間の単線は、成田スカイアクセス線と京成本線が共用する二重戸籍区間となっています。これは、先ほども触れた頓挫した成田新幹線計画において、すでに建設済みだった設備を流用したからです。ところで成田新幹線の建設計画がなかなか進まない中、京成は空港アクセスのための路線建設を進めていました。そのため京成線は空港開業と同時に空港アクセス路線として活躍したのです。しかし、成田新幹線の計画があったことに関連して、京成は旅客ターミナルの近くまで乗り入れることができず、ターミナルから離れた場所にしか駅を設置できませんでした。その際に設置されたのが、現在の東成田駅です。東成田駅は開業時は成田空港駅を名乗っており、現在も京成の空港アクセス駅として使われていた名残が多く残っています。その後、成田新幹線計画が頓挫したことにより、成田空港への鉄道アクセス改善を検討する必要が出てきました。その結果が成田空港の敷地内とその周辺において、すでに建設済みだった成田新幹線計画の意向を活用して、JR と京成の空港アクセス路線を乗り入れさせることだったのです。ですが、この乗り入れには大きな問題があります。JR は 1067mm、京成は 1435mm の国際標準機と線路の幅が異なり、同じ線路を JR の車両と京成の車両を走らせることができない点です。建設済みの成田新幹線計画の移行も線路に本分しか作られておらず、移行をそのまま活用すると JR と京成のそれぞれで複線の線路を準備することができませんでした。また、以前と比べて反対運動は落ち着いていたものの、新たな用地取得は依然として厳しい状態が続いており、そういった背景もあったことから仕方なく、複線を単線に分けた上で JR と京成が半分ずつスペースを活用する形にて、成田空港直下への乗り入れをすることになりました。そのため成田空港からの一部区間は、JR も京成も単線になっているのです。その結果、成田空港周辺ではダイヤ設定に制約が生まれ、共に高密度での列車運行ができない状況にあるのが現状です。東京都心から成田空港へのアクセスが貧弱になっている理由ですが、これは何も鉄道側における事情だけではなく、リムジンバス側における深刻な事情も理由となります。
特に近年問題になっているのが全国各地で起こっているバス乗務員の不足問題です。成田空港から各地を結ぶバスが多数設定されていますが、成田空港の管理運営を行う成田国際空港株式会社による調査によると、バスの本数は以前と比べて大幅に減っていることが分かっています。成田空港会社では空港利用実態などを調べるための調査を行っており、直近では2024年に行われています。空港利用者の利用実態をヒアリング形式で調査したほか、公共機関であればどのような便がどれぐらい設定されているのかも調べられ、成田空港の直行バスがどれだけ設定されているかも調査済みで、2024年は片道あたり1日341本という結果だったのです。2024年以前に行われた2018年の調査では片道あたり1日793本だったため、6年間で実に半分以下に減少しているということになります。この背景には COVID-19 によるパンデミック状況下にて、空港利用者が大幅に減ったことで減便が行われたこともあります。しかし、現在は空港利用者が戻ってきているだけではなく、なんなら入国者を中心に以前よりも増えてきている状況です。そういう状況でもバスの本数が増えないのは、バスを運転する乗務員が全国的に不足しているからです。少子高齢化に伴って担い手、働き手が減少する中で、バス乗務員は長時間勤務になりやすいにもかかわらず、賃金が低いためなかなか乗務員が増えづらくなっています。そういう状況の中で団塊や団塊ジュニアなどと呼ばれる人口が多い世代の退職が進んでいることも合わさった結果、慢性的な乗務員不足になっている状況にあるのです。結果、空港利用者が増えている状況の中でもバスの増便ができず、COVID-19 によるパンデミック状況下で減便が行われたまま、なかなか回復しないという状態が続いています。成田空港は今後発着枠のさらなる拡大を計画しており、成田空港を発着する飛行機が増え、空港利用者が増えると、より空港アクセスの貧弱さに拍車がかかることが考えられます。貧弱なことでどんな問題が起きている？では、成田空港へのアクセスが貧弱なことでどういう問題が起きているのでしょうか？実際に起きている問題として、スカイライナーで満席の列車が続出したり、列車の遅延の頻発、違法白タクの蔓延などが起こっています。ここからそれらの理由などを一つずつ分解して探ってみましょう。まず先ほども触れましたが、 COVID-19 によるパンデミック状況下において成田空港を利用する人が減り、それに伴ってバスの減便が行われましたが、全国レベルの乗務員不足問題が重なったこともあって、利用者が回復して以前よりも成田空港を利用する人が増えている現状の中で、リムジンバスの便数だけ戻っていない状況です。そのためバスによる輸送力が大幅に減ったことにより、その溢れた分が鉄道など他の交通機関に流れており、それが顕著に出ているのがスカイライナーの利用状況です。成田国際空港株式会社が行っている利用実態の調査では、2018年度にスカイライナーを使って空港までアクセスした人は調査回答者のうち 13% であったとされています。しかし2024年度の調査では 19% に上昇していました。鉄道の他のルートで移動した人の割合は2018年度と比較して維持しているか 2% 程度増加しているかのどちらかであり、6% も増加したのはスカイライナーだけです。このことを踏まえると、バスの減便による輸送力減少をスカイライナーが中心となって補っているということが言えます。その結果、利用者が集中する時間帯を走る列車を中心に満席となって運行されるスカイライナーが大幅に増加。スカイライナーは全席座席指定制のライナー列車のため、乗車できない人が出ている状況が増えている状況にあります。そしてこれに合わせてアクセス特急や京成本線の一般列車、さらに空気輸送で有名だった JR の成田エクスプレスも混雑が常態化。総武快速線、横須賀線直通の快速電車や成田線千葉発着普通列車など JR の普通列車、快速電車以外は全般的に混雑傾向にあります。
これは遅延が起きやすい国際線航空便への対応への観点などからある程度の余力を持った設計にする必要がある空港アクセス鉄道としてかなり致命的なものとなっているのが現状です。またバスの輸送力が減少したことなどによってタクシー需要も増えており、その結果違法な白タクがはびこる原因にもなっています。白タクとは通常の営業用車両が用いるナンバープレートではなく、自家用車用のナンバープレートを掲げて有償運行を行う車両の総称で、要は営業許可を得ていないタクシーのことです。通常のタクシー、ハイヤーなど営業用車両の場合、ナンバープレートは一部限定柄を除き緑地のプレートにあいうえかきくけこのいずれかのひらがなを掲げた営業用車用のナンバープレートを用いるのですが、白タクは普通の自家用車両が用いる白地のプレートにあいうえかきくけことレンタカー用のレバ以外のひらがなを掲げた自家用ナンバープレートを掲げた車両であるにもかかわらず、ライドシェアなどごく一部の形態の例外を除いて違法に有償運送をする車両のことを白タクと言います。なお軽自動車ではナンバープレートのルールが異なりますが、違法白タクとして使用される車両のほとんどが3ナンバーの普通自動車での登録とされることが多いトヨタのアルファード、ヴェルファやハイエース、グランエースとレクサス LM であり、その中でも突出してアルファードが多くなっているどころか日本人以上に中国人がアルファード大好きすぎるため、軽自動車を用いた違法白タクの説明は省かせていただきます。ちなみにレンタカーで営業する違法白タクも中にはあるほか、いわゆる80乗バスなど白ナンバーで有償運行する事例もあるため、これが必ず当てはまるわけではない点はご注意ください。ところで通常日本でタクシーを運行するためには法的な手続きを行って国から事業者許可を得る必要があります。しかし成田空港に限らず日本各地でその許可を取らずにタクシーとして営業する白タクの存在が問題となっており、成田空港は多くの外国人観光客が利用するということもあって、ここ数年は白タクの数が増えて大問題となっています。特に最近は中国人が中国から訪れた訪日中国人を相手にする中国人ドライバーなどが運転する白タクが急激に増加。中国語のアプリを使い、アプリ内で中国元を用いて決済することに加え、職質時に友人と待ち合わせなどと言われてしまうことなどもあって、検挙したくても検挙に至るまでの証拠を集められないなど、警察の摘発を逃れるスキームも常套的に使われているのが実態です。さらに中国語のアプリで中国元決済というスキームが基本である都合上、日本での営業なのに経済が中国でしか回っていないなど、日本の経済安全保障的な意味でも大問題となっているのです。当然警察も違法白タクの検挙を強化し続けており、具体的な検挙件数こそ不明ながら検挙数も増加傾向にあります。しかし営業者が使用する緑ナンバーのプレートを使い回すなど、他の分かりにくく違法な手段で摘発逃れを試みようとする輩も多数おり、いたちごっこ状態となっているのが実情です。その他スカイライナーや成田エクスプレスなどにおいて遅延が起きやすいという問題が近年は生じています。これは一部区間で単線になっている影響によってダイヤに少しでも乱れが発生すると列車の行き違いの調整が必要になったりして、ダイヤの乱れ型の列車に広がりやすい構造にあるため、その結果路線全体に影響が出て各列車に遅れが生じるということもあります。特に最近問題になっているのが京成線側の空港第2ビル駅での乗降遅延。京成線では2010年7月の成田スカイアクセス線開業に際し、空港第2ビル駅ではそれまで上下線で線路を共用する形から単線の箱型トンネルを増設する形で上下線ホームを分離したのですが、このうち増設された上り線ホームの容量が足りておらず、それに加えて利用者の多い第2ターミナルと第3ターミナル両方のターミナルの最寄り駅がこの空港第2ビル駅であることから、近年は始発の成田空港駅より空港第2ビル駅の方が利用者が多く、
乗車列が反対の下りホームまで伸びるほどとなっています。また単純に折り返しのためにある程度の停車時間が必要となる終点である成田空港駅の方が利用者が相対的に少なく、長くて2分程度しか停車しない空港第2ビル駅の方が利用者が多い上、鉄道の利用に不慣れな旅行者も多数混じっている構造であるために、根本的に遅延が発生しやすい構造であると言えます。近年では成田空港周辺の単線区間による遅延が伝播する形で、京成線、北総線、都営浅草線、京急線、総武快速線、横須賀線、総武本線、成田線などの遅延が悪化してしまうことに、さらに空港周辺と蛇窪信号上のボトルネックが合わさった結果、JR では総武快速線、横須賀線、総武本線、成田線のほか、これらに関係する内房線、外房線、京葉線、湘南新宿ライン、上野東京ライン、東海道線、宇都宮線、高崎線、埼京線、さらに埼京線と直通運転を行う臨海線、相鉄線、相鉄線とつながる東急東横線、東急目黒線、東急新横浜線、東京メトロ南北線、都営三田線、埼玉高速鉄道線、東京メトロ副都心線、東武東上線、西武線などにも遅延が伝播しやすくなっています。成田空港周辺の単線という構造が千葉県の鉄道だけでなく、東京や神奈川、さらに埼玉や栃木、群馬、茨城、静岡、下手したら常磐線の一部列車が関係する宮城県の仙台などまでと、かなりの広範囲に波及しかねない構造になっているのです。では、この状況が大きく変わることはあるのでしょうか。今後変わる可能性は？このような状況の成田空港アクセスについてですが、今後はどのような変化があると考えられるのでしょうか。最後にこれを見ていきましょう。まず、成田空港自体が大きく変わっていく予定です。成田空港では現在、B 滑走路を 3500m に延伸すると同時に C 滑走路を新設し、滑走路3本体制にしていくことが決まっています。この計画では現在 2500m ある B 滑走路を北側に 1000m 延伸し、3500m の滑走路にしていくのと同時に、空港南側に 3500m ある C 滑走路を新たに作るという計画です。なおこの時、方角に応じて付けられる滑走路番号も変更され、C 滑走路が B 滑走路の北側に位置することとなることから、C 滑走路供用開始後は C 滑走路が新しいランウェイ16レフトおよびランウェイ34ライトとなる見込みです。この時、B 滑走路は引き続きランウェイ16ライトおよびランウェイ34レフトとなる A 滑走路と、新しくランウェイ16レフトおよびランウェイ34ライトになる見込みの C 滑走路の間に位置することから、滑走路番号はランウェイ16センターおよびランウェイ34センターへと改番される見込みとなっています。滑走路番号は数字が方角、アルファベットは右か左かを示しますが、同一方角上に3本の滑走路がある場合は真ん中の滑走路にセンターを付与するためで、現状の日本に3本の平行滑走路が存在する空港がなく、そもそも3本以上の滑走路を有する空港は滑走路が4本ある羽田空港だけなので、実現すれば成田空港の B 滑走路が日本で初めてとなる滑走路番号センターを用いることになる事例となる見込みです。少し話が脱線しました。成田空港 C 滑走路の使用開始後についてですが、現在の A 滑走路は現在と同様離着陸兼用の滑走路として使用が続けられ、B 滑走路と C 滑走路は風向きによって離陸専用と着陸専用を交互に切り替える形にて使われていく予定です。また、超大型機エアバス A380-800 の離着陸についてですが、安全な離着陸のためには 3500m 以上の滑走路距離が望ましく、この関係で成田空港では現在 A 滑走路のみで離着陸をしています。しかし、3500m の B 滑走路と C 滑走路が完成することによって、距離的にはどの滑走路を使っても A380 の離着陸ができるようになるはずです。3500m 程度の滑走路距離があれば A380 も余裕を持って受け入れられ、
実際に関空Ａ滑走路や中部国際空港においては長さ 3500m× 幅 60m の滑走路で A380 を受け入れており、成田空港でも A 滑走路以外で A380 に対応できるようになると、万が一 A 滑走路が事故などの影響で閉鎖となってしまった場合でも、中部国際空港や関空、ソウルインチョン国際空港などへダイバートする必要なく、機能している他の滑走路で安全に A380 を受け入れられます。ただし、新設 C 滑走路のみ滑走路幅が 45m となる見込みであり、45m の滑走路幅で巨大な A380 を受け入れられるかどうかは微妙。そのため、実際には今後も A 滑走路メインで A380 を受け入れ、風向きなどに応じて B 滑走路でも A380 を受け入れるものになると推察できます。ただし、技術進歩により滑走路幅 45m でも A380 の運用が可能になったとの情報もあり、もしかすると A380 も含めて完全に共通の滑走路運用になるかもしれません。この計画について現在は用地取得を進めている段階で、2025年末時点で用地取得は 86.9% を取得しています。計画では2025年度内に用地取得を済ませるという計画だったため、用地取得の計画がやや遅れていると言えます。また、すでに着工可能なところから工事が始まっており、2029年3月末の供用開始を目指しています。ところで、滑走路の増設によってどんな効果が生まれるのでしょう？実は最近でも2025年10月に成田空港の発着枠が拡張されており、高速離脱誘導路の整備や管制機能の高度化などにより、この時は年間発着枠が30万回から34万回に拡大されました。新滑走路の供用開始後はここから50万回にまで拡大する予定。それにより現在の約4000万人の年間空港利用者は約7500万人にまで引き上げられる見込みとなっており、貨物量は現在の約200万トンから約300万トンに増える見込みです。さらに新設される C 滑走路は5時から使用可能とされており、空港の運用制限時間も従来の朝6時から1時間前倒しされる見込み。早朝深夜時間帯は時間帯別に滑走路を使い分けることで、騒音が懸念される住宅地上空の飛行を避けることにより、7時間の静音時間を確保する仕組みも導入されるようです。また B 滑走路延伸と C 滑走路新設だけではなく、3つある旅客ターミナルの1ターミナル化も構想されています。現在事業中の B 滑走路の延伸と C 滑走路の新設によって、成田空港では発着枠が大幅に増加することが見込まれるものの、空港全体の能力を向上させるためにはそれに加えて、利用者が利用する旅客ターミナルや貨物を取り扱う施設の見直しも不可欠です。また、近年はどの業界でも人手不足が問題となっており、少ないリソースで空港運営が行えるようにアップデートする必要もあります。そこで、成田空港を管理運営する成田空港会社は、関係各所と連携しながら新しい成田空港構想を推し進めています。その中で効率的な空港運用のために、現在3つに分かれている旅客ターミナルを1つにまとめることができないか検討中です。もし旅客ターミナルが1つに集約されることができれば、利用者もシンプルで分かりやすくなるというメリットもあります。さらに、この新しい成田空港構想の中には、空港アクセスに関する内容も含まれています。ここでは、現状の課題を解決するために、JR や京成をはじめとした関係各所と連携しながら進めていくことになっています。まず、ワンターミナル化のための新しい旅客ターミナルは、現在の第2旅客ターミナルの南側に建設される予定であり、既存の成田空港駅と空港第2ビル駅では不便になるため、ワンターミナル化を行う場合は新駅を設置する予定です。そして、その際に単線区間の複線化を行う可能性があるのです。どのようにして複線化するのか、新しい旅客ターミナルと直結するのか、具体的な内容についてはまだ検討中で不明ではあるものの、このワンターミナル化は複線化のチャンスとも捉えられ、これを機にルート変更も含めた複線化を推進していくものと思われます。
その他の変化として京成では2028年度より押上発着の新しい有料ライナーを新設することを発表しています。これは今後予定されている滑走路新設拡張などによる成田空港の機能強化に対応するためなどを目的としています。この新型有料ライナーの運転開始に向けて新型車両の導入も決定しており、現在は導入する車両の設計に着手している段階です。さらに同型車両を京急も導入するとしています。なおこれらについてはすでに他の動画にて紹介しています。これらの関連動画を合わせてご視聴いただけますと、本動画と合わせてより深く内容を知ることができますので、ぜひ関連動画からこれらもご視聴いただくことをお勧めします。いかがだったでしょうか？今回の動画をご覧いただいたことによって、成田空港へのアクセスが貧弱な理由について、成田新幹線の頓挫や一部区間が単線になっていること、バスの乗務員が不足していることなどが合わさって貧弱になっていること、成田空港は当初東京駅から新幹線で結ばれる予定であったこと。しかし当時新幹線の騒音が問題となっており、沿線になる予定の自治体の多くが新幹線建設に反対したこと。成田空港建設反対派も成田新幹線建設に対して強く反対したことで、用地取得がなかなか進まなかったこと。その結果、成田空港開港に成田新幹線開業が全く間に合わなかったこと。その後国鉄が爆発して成田新幹線計画が完全に頓挫したこと。成田新幹線が頓挫したことで JR の在来線と京成線を成田新幹線を通す予定で作られていた空港周辺の遺構を活用することで通すことになったこと。京成と JR で線路幅が異なるため、同じ線路をそれぞれの車両を走らせることができなかったこと。成田新幹線計画の移行は複線分しかなく、複線で作るには追加で用地取得や建設が必要であり、当時のさまざまな状況的に難しかったことからそれぞれ単線で乗り入れるしかなかったこと。COVID-19 によるパンデミック状況下で空港の利用者が減少したのに合わせてバスも減便されたが、バスの乗務員不足が合わさって空港利用者数が回復してもバスの本数が戻っていないこと。バスの輸送力が減ったことに対してスカイライナーなどの鉄道が不足分を補っているがそれでも足りず、これは違法な白タクが蔓延するなどの問題へもつながっていることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメント、ハイプをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道、バス、航空などをはじめ交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。